皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は自民党総裁選についてです。安倍晋三首相が辞任を表明してから次の総裁が次の総理へと変わります。この総裁選にどのような候補が出てくるのか、そしてどのような投票形式になるのかというのが話題になっていました。というのも、世論調査を行った場合に、次期総理には誰が良いですかという質問には、1が石破茂議員の名前が挙がることが多いからです。なお、世論調査と言いましたが、これは主には新聞報道機関などによるもので、インターネット上における世論調査を行うと、結果として石破茂議員ではなく河野太郎議員の方が高い人気を誇っています。しかし、テレビで取り上げられるのは、そうしたネット上における人気投票ではなく、あくまでも新聞等を媒体とした報道機関による世論調査がメインとなります。そして石破茂議員の場合だと、こうした党員票が集まれば総裁への道が開かれると言われています。なぜならば、石破茂議員は国会議員の仲間というものが非常に少なく、国会議員だけで投票した場合、まず勝つことは不可能であろうと言われているからです。そして今日、この党員票というものがあくまでもその地方ごとの組織における予備選挙にのみ活用されて、直接総裁選への影響力がないような形に決まりました。総裁選に立候補されると考えられている菅官房長官、岸田政調会長、そして石破茂議員のこの3者の争いになった場合に、おおむね菅官房長官が勝ち抜くことがある程度予想されるようになりました。このように総裁選が始まる前から、大体菅さんで決まりだろうという話になってきたわけですが、そのような状況になった時に、じゃあ石破さんこの後どうするのというのが一つの話題でもあるわけです。というわけで、党員からの票を直接集められなくなった石破茂議員に待っている未来というのは、このような方向が良いだろうという指し示している話があります。それは自民党を離党することです。今回はその発言について少し考えていきましょう。というわけで、石破茂議員に離党を進めている橋本徹氏の話をどうぞ。橋本徹氏、石破茂氏に離党の勧め。野党に行って党首として自民と戦えばいいじゃないですか。1日放送のフジテレビ系直撃ライブグッディでは、安倍晋三首相の辞任に伴う自民党総裁選の行方について特集した。この日の番組には、元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏が生出演。この日、自民党総務会が総裁選の党員投票見送りを決め、次期総理に菅官房長官が最有力に。出馬を明言している石破元幹事長が早くも敗色濃厚となったことについて、石破さんは一回自民党から出ていますよね。一回外に出ている人が戻ってきた場合、自民党の人たちは絶対出世させないって思いますよね。そういうことをやらないと、どんどん勝手に出ていくじゃないですか。だから、組織を守るためにも、絶対に石破さんを出世させないですよと説明。その上で、石破さんは国民的人気があります。もう63歳ですか。政治家人生ってもう20、30年とないので、石破さんみたいな立場になったら、僕なら外に出ちゃいますけどね。野党で勝負したらいいじゃないですか。国民的人気があるんだから、と話し、野党に行って党首として自民と戦えばいいじゃないですか。このまま自民の中でこういう形で人生を終わられるのなら、自分の政治家人生をかけて、野党で勝負して国民に訴えかけたらと思いますけどねと、石破氏に離党を勧めた。その上で、今の立憲民主や国民民主に石破さんみたいな国民的人気のある顔になる議員はいませんからね。立憲や国民にも石破さんに来てほしい人はいるんじゃないですかと受け皿まで推測していた。なお記事の補足として石破議員の離党については1993年自民党が野党に転落した際に離党しています。そして新進党に参加するも後にこの新進党も離党し自民党へ帰ってきました。なお、石破議員が人気であるとされているその根拠は、次のような世論調査を元にしています。次の首相、石破氏1位 34%、菅氏 14%、共同通信世論調査。安倍晋三首相の退陣表明を受け、共同通信社が29、30両日に実施した全国緊急電話世論調査で、次期首相に誰がふさわしいかと聞いたところ、石破茂自民党元幹事長が 34.3% でトップとなった。菅官房長官が 14.3%、河野太郎防衛相が 13.6% と続いた。次期総理についての話というものは以前少し動画にしたわけですが、その中でこの世論調査についても私は一つ
解説を行いました。それは、この世論調査が行われているその対象となるのが、野党支持者も含めての話だということです。野党の立憲民主党の枝野代表が例えば次期総理にふさわしいですかといえば、野党支持者を含めても実は非常に少ない支持率なのです。そして自民党の中にいる反政権的な動きを毎度繰り返している石破議員であれば、野党側にとっては非常に共感する対象であり、そのために多くの支持者を集めているというのが現状でしょう。しかし、与党内、自民党の中の支持者においても、決して全ての人が安倍政権に賛同しているわけではありません。これは人間が100人いれば100人全く同じ意見で固まることがないように、安倍政権のその長期政権としての働きを見て、そろそろ変わった方がいいんじゃないと考え、その路線を踏襲しない人物に次はなってもらいたいといういわば変化を求める人たちというものも存在します。安倍政権で何かが起こって、その安倍政権の対応について常に石破議員はここがいけない、あれがいけないという話を毎回のようにして、政権を擁護することは基本的にはありませんでした。ですから自民党の支持者であっても、そうそう、今の安倍政権にはこんなところが悪いよね、石破議員よく言ったという具合にして、彼を支持する人というのも少なからずいるわけです。ですが、自民党の中において彼が国会議員の仲間たちから支持されているかといえば、そういったわけではないというのが定説になっています。今回、橋本徹氏の発言の中に、一回自民党この人は出たでしょという話もあるように、本当にこの人は自民党から出ています。そして自民党に戻った後も基本的には反政権的な活動というものを続けて、それによって反対票というものを取り込み支持者を集めている、そうした政治スタイルをとっています。このような行動はしばしばインターネット上では政権に対して弓を引いているであったり、もしくは味方を後ろから切りつけるような行為を毎回しているといった形で表現されることがあります。しかし、そのような行為を見て、それを支持する人たちというのもいるのが人間の多様性というものなのです。このような状況下で党員票というものがあくまでもその地方ごとの予備選挙、その地方の代表者による票にまとめられるということになって、石破議員の本当かどうかは怪しいその世論調査による高支持率というのは総裁選への大きな援助となることはなさそうです。ですから、石破議員がどのような行動を取るべきかというのは、今回橋本徹氏が述べているように、自民党から出るというのは実は最善の行為だと私も思います。現在の自民党の大きな問題点は、それは右から左へと多くの人々が集まって、その思想というものの統一性が結構取れていないことです。例えば外交姿勢においても、いわゆるアメリカ寄りの人もいれば中国寄りの人もいて韓国寄りの人もいる。いわばごっちゃ混ぜの状態なわけです。しかし、あくまでも自民党の中においてそうした意見の多様性があるという表現をするわけですが、その意見の多様性が同時にこの党が一体どのような政党であるのかというのを分かりにくく、そして非常に不信感も持たれる原因ともなっています。日韓議連の活動を見ていては、日本の国益のためではなく韓国のために動いているのではないか。また自民党の重鎮である二階さんの動きなどを見ても、やはりこの人は日本のためにではなく中国のためにこの政治を行っているのではないかという疑惑はずっと晴れないわけです。そうした意味において、ある程度の政策集団としてのまとまりを得るためには、考えが全く違う人たちにというのは、ある程度自民党から出ていくという形も私は非常に良いことだと思っています。石破茂議員の場合だと、最初にも説明したように基本的には反政権的な動きをして、それによって支持者を得るという政治スタイルを取ってきました。安倍政権が韓国政府の言うことに対して、例えばノーを突きつけた時にも、石破茂議員は基本的には韓国側の意見をよく聞いて、それによって日本側の態度も改めなければならないといったような話もよくしていましたし、また講演会などにおいても韓国の歴史をよく学んでいけば日本はもっと謝罪すべきだといった話などもしていました。そのような政治的な背景があって、韓国側では日本側にも韓国のことをよく理解してくれる議員がいるではないかという評価を受けるようになり、そのために韓国側の報道としても次期総理として石破茂議員がなってくれたら日韓友好が図られるだろうというそうした予測なども立っているのです。このような背景などを考えると、橋本徹氏が進めていたように、石破茂議員が総裁選で負けた後であれば、このままだと自民党の中で自分の出る目はないなと考えて、野党へと出て、そして共同通信の世論調査を信じて、
立憲民主党などに入るというのも一つの選択肢でしょう。少なくともその世論調査が本当に正しいのであれば、野党の党首となるに値するそういった国民の支持者がいるわけです。一方で自民党は石破茂議員とその仲間たちが出ていくことによって、より分かりやすく自民党としての政策がまとまりやすくなるわけですから、以前よりは少しでもマシな状態になるわけです。このように誰にとっても良い結果をもたらすわけですから、石破茂議員が離党するというのは私は良い案だと思いますし、ぜひとも一行してもらいたいものです。皆さんはこの話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。